おー、キングオブオッドナンバーズが来ました。かっこいい。これは何ですか？やりましたね。かっこいい。かっこいい。はい、こんにちは、シュトーレイです。今日はですね、今心斎橋に来てるんですけども、農林会館っていう古い建物があって、たくさんのお店が集まってるんですけども、その中の3階のすごく面白いお店があると言ったんで聞いてみました。こちらです。オッドナンバーズ。これもフォロワーさんにアンケートを取ったらこの名前が出てきたっていう感じですかね。こんにちは。今日はよろしくお願いします。改めて自己紹介お願いします。オッドナンバーズの末広です。末広さん、お願いします。お願いします。オッドナンバーズさんってどれくらいやってらっしゃるんですか？次の3月で10年ですね。10年。じゃあ結構この農林会館の主みたいな感じですか？いや大先輩はまだいっぱいいるの？上にも下にも。そしてオッドナンバーズさん一番気になるのがこれですよ。奇数。これは何ですか？オッドナンバーズっていう意味が奇数っていう意味で、偶数がイーブンナンバーっていう意味で、奇数っていうのは割り切れない数字、で奇数の奇が奇妙の奇で、奇妙なスタイル、奇妙なカルチャーをなんかこよなく愛してるとか、風変わりな人とか総称してなんかオッドナンバーズっていうなんかスラングみたいなのもあって、じゃあオッドナンバーズたちを増やす場所っていう意味でよろしいでしょうか？そういう意味でもあるし、そういう人も来るしで、たまにもうオッドナンバー渋滞みたいな店で振動みたいなこういうみたいな結構な時があるんですけどね。じゃあ早速見ていきますか。はい。では基本的に最初はテーラードから始まろうと思ったの？そう、もともとテーラードをしたくって、今もしてるんですけど、スーツ好きだし、本当これぐらいの小さいお店できたらなんかおじさんになってもなんかかっこいいかなみたいな、スーツ好きなんで。でメンズに合うそのスーツに合う、ネクタイがあったり、あとメンズ周りの時計ですよね。そうですね。で、あと帽子が多いですよね。ハットとかね、キャップとか好きなんで。先生さんも今被ってますもんね。取ると変装みたいな、逆に誰かわかんない本当に気づいてくれないと思います。今日はですね、スタイリングが3体あるんですけども、1個が、末広さん、1個が、あけっぴ、もう1個が私の3つスタイリングなんですけど、2025の、オッドスタイルを、表現してもらおうと思っております。末広さん、こっちもいけるし。僕 CPO とか古着も好きだったんで全然好きなんです。これ可愛い方も好きって面白い。可愛いのも好きですね。本当ジャンルレスだね。やばいですよね。大丈夫。うちも私もそうだから全然大丈夫です。どうやって定めるんだろうみたいな。ね、あ、これとか可愛いよ。可愛い。これはどこの？これランデブーオーグローブっていう。あ、さっきのと一緒ですね。とギローバーっていうシャツブランドメーカーのコラボレーションでやってる分ですね。可愛い。ケッピ好きそう。女性が着てもいいし、男性が着てもなんか透け感あるから中のインナーで色変わるって感じですよね。そうだよね。いろんなインナーで遊べる感じですかね。パジャマ。パジャマパーティーの時に。パジャマパーティーの時にカルニボレンテ。やっぱいいっすよね。でもパジャマパーティーをいつするんだって話はあります。自分で開催、主催側に。人主催パジャマパーティーみたいな。いいの見つけたんでパジャマパーティーしよう。パジャマパーティーしてください。リッツのお菓子も置いてほしいな。これは今着てるやつ？あ、そうですね。これはなんて名前の？これ J プレス。もうJ プレスってもう同心誌の。青山にあるやつ。あ、そうだ。もともとアメリカだと思うんですけど、このシャギードッグっていうモヘアが異常に良くて、J プレスさんの。ね、あとここの切り返しとかも。ケップモヘア好きだもんね。好きなんですよこの人。今ちょっとヒントいただきました。早速一スタイルいきます。行きましょう。誰の？僕？からいい。あ、そうだね。一番最初は。僕何も考えてなかったな。着替えたらいいですか？はい、お願いします。おー、キングオブオッドナンバーズが来ました。かっこいい。さっきと全然また違いますね。めっちゃ色も好きだし、昔は黒とか結構否定的だったんですけど、なんか素材の違いとかで結構黒っていいねって思えたんで。トップスが？これはブルーコンサートっていう、これはでも僕自分で最近なんかやってるブランドで。
関宏さんのブランド？そうへえ、多彩。岡山にある縫製工場と一緒にやってるんですよ。でちょっとショート丈のダブル、しかもなんかめっちゃ襟でかい。コートぶった切ったみたいなそうだね、なんか感じ。関宏さんのクリエーションって感じしますね。しっかりした工場なんですよ。もうきっちりしたジャケットを縫う、本当有名なブランドも塗ってるような工場なんですけど、そこがきっちりしたものをカジュアルで表現したらどうなるかなっていうところでスタートした。これデニムなんですよね。デニムなんだ。そう、ブラックデニムで、デニムシャツとかを作る生地でジャケット作ってめっちゃかっこいいですよね。かっこいい。くるみボタンとかにこだわり感じますね、ここら辺と。そう、これでもね裏返せるんですよ。おお、こっちのカジュアルにもしたいあなたに。そう、なんかスーツ知ってる人がやる場所知ってる、こだわりだね。そうで、なんか女性の方は絶対こう女性合わせで着たいっていう人いるじゃないですか。あれをどうするかっていうのでもう両方ぶち抜いたんですよね、穴。だから取るとこっち側にもボタンつけれる。なるほど。工夫。最強のチェンジボタン。最強ですね。で、下はこれリバーバレート。デザイナーは日本人なんですけど、オランダでクリエーションをしてて、で縫製は日本で全部やってるんですけど、昔からオープン当初からずっと好きで、ちょっとこのフリンジがアクセントになってるよね。手編みでその下のシャツがこれもリバーバレートのシャツ。ちょっとロング、セミロングぐらいで、このすごく太いこのパンツの形すごい綺麗なんですよ。これがめちゃくちゃこれは美しいよ。これはティーマイケルノルウェーの合いました。彼に合いました。ノルウェー合いました。かっこいいですよね。かっこいいんですよ。で、靴がトム&シオー。ここだけ赤ちょっと刺してあるわけです。そうですね。これはオリジナルで作ってる帽子で、オッドキャスケットっていう名前つけてるんですけど、もともとは僕が大学生とか、僕45なんで、大阪にあるスモーキーかな、っていうヴィンテージショップがあって、そこで売ってたのをちゃんとその文章を残して、リスペクトの意味で復刻させて、許可なし。今どこを探ればいいか分かんないですからね。オッドナンバーズの被り方。ここは正統派だけど、この上だけなんかどっちかなんか好きな方にずれるみたいなのがなんか僕の美学しっくりきてます。末広美学。そしてこれが何ですか？メイソルっていうブランド名にしたんですけど、コインケース。これは僕たちが作ったんですよ。イタリア人の友達がお土産って言ってこれの適当に塗ったコインケースみたいな超手作りのやつで、でもそれがすごいかっこよくて、その友達にちゃんとしたものを作っていいって言って連絡して開発して。結構入りますよね。めっちゃ入るし取りやすいし、なんかアクセサリー入れてる人とか、旅行の時とか薬入れてる人とか。薬とかいいね。そう、これも結構入りますよ。発明でしょ。発明しました。さすがでございます。そうで、なんでこうブランドにしたかというと、これもすごくない？こう持つのもできるし、ほらで、こう斜めにかける。そうで、ここ長さをなんか入れてると、ちょっと最初はこうやって高さを調節できるって言ってたんですけど、中に入れるとちょっと重さで落ちてくるってなったんで、ここにここで落ちちゃ嫌だよって。そう。なるほど。すごい進化しました。発明。そろそろレイさんスタイリングいきましょう。いきます。見たいですね。じゃあお願いします。じゃーん、こんな感じになりました。これは何ですか？これは何ですか？これ何なんですかね。なんか不思議。アフリカンなモードっていうか、マルシェノワールってフランスのブランドなんですけど、黒人の人で、ルーツがアフリカなんで、そのルーツの生地で、生地がねすっごい変わってるんですよね。コットンなんですよ。昔アフリカの皇室とかにしか収めてなかった、もう全部手織り、もう試されてるじゃないですか。ファッションしてますかと。これを素通りできなくて、確かに展示会であっても、ちょっとこれはもうオーダーしないと、俺も試されてると。なるほど。作り的にはすごいプリミティブなザ服って感じなんだけど、
で立体に見えるの。やっぱこう民族雑貨屋さんであってもこうはならないんですよね。ちゃんとこうファッションとして落とし込まれてて、普通に街こんなので歩いてもらったりするとねえ、しかもピンクも可愛いんだけど、そう見てこれもかっこいいの。こういうコートもあって、これ試されてるやつ。めちゃくちゃ試されてるでしょ。末広さん、これはヴィンテージでメキシカンなヴィンテージ、シルバー。そうどっちもこういわゆる土臭いデザインというよりは、もうかなりデザインしまくってる、もうピンピンのキレッキレの、もちろんキレッキレのやつね。全然土臭くない。そうなんですよ、それをなんかこのちょっと土臭い感じのとなんかミックスするとよりかっこいいかなと思って、で差し色で赤のニット、めっちゃ着心地いいんですよ。井上ブラザーズ兄弟でずっとアルパカで勝負して世界で、肌のチクチク感もないし、もう肌着にしてる人もいるぐらい、もう高品質、薄くてもあったかい。そしてこれはトモ&シーを僕も履いてたやつ。これがプルタブなるほど。ちゃんと YKK で作ってますね。で歩きやすいですね。めちゃくちゃ形がいいですよね。そう、なんか末広さんってそのちょっと変わったものに見られがちだけど、抑えてるとこはすごいいい定番と高品質を抑えてますよね。ありがとうございます。それ込みであるからおかしな格好をしててもおかしすぎないんだと思う。その担保がしっかりあるからクオリティっていうと思ったんですけど、どうでしょう。おかしな格好ってどういうことですか。言い方いや言い方1分変わった。褒め言葉でもやっぱちょっとチャレンジ、これ大丈夫かなみたいなんてやっぱワクワクで、なんか街にそれで出るってなんか楽しいし、やっぱ僕は結構こんなんとかで「お待たせ」とかで来たら「おいキューンみたいな「おい家帰ってきていい?」みたいな「着替えてくるわ」みたいな「俺足りてなかった」みたいな「ごめん」みたいな俺の気合足りてなかったみたいなぐらいでこう行った方がね、やっぱおもろいなと思う。そして私すごいものを見つけてしまったんですけど見ました？これなんすか？これは、この前までポップアップをしてたんですけど、元木田中っていう元木田中、そう福岡で、もともと出身は熊本なんですけど、今福岡でアトリエとお店をやってて、全部自分でデザイン、パターン、構成全部やってるんですけど、一緒に企画して作ったんですけど、一見普通の、でもちょっとあれってなるじゃないですか。どうなってるの？これは一応セパレートで、これがジャケットと、そうこれがベストで、これが実はこれですね。表っていうとおかしいけど、表この生地を反対こっちにしたらこうってことですね。で厳密に言うと、これを1種類とすると、1種類、これの表2種類で、この重ねをやると、下にレイヤードされると3種類で、これを上にやると4種類、これをこうすると5で、これベスト単品で6、ベスト分かんなくなってきちゃった。いや、あと1個どっかであるんですけど、ちょっと分かんなくなっちゃったですね。分かんなくなっちゃった。なんせ一応7種類ありました。長さもこうあらかじめレイヤードしているので成立するようにしてて、でこっちにやるともうロング、ちょっとセミロング丈のなってみたいなのがなんか面白いかなと思って、確かに電話でこんなんどうって言って、それに期待に応えてくれて、別注っていうんかな、コラボというかで、色味がこれ関係ないか、一緒。これもそうなんだ。そう、こっちがツイード、そうこれもこっちがウールカシミヤ、で黒ライナーってセットで売ってる？セットです。いくら78,000円プラス税。安いですよね。7通りやったら1個1万円だよ。本当ですね。それ今度から接客で割る7でやってください。確かに割る7でかつ10年持つことを考えたら、1万円、1000円1着1000円です。そう、10年持つから。明けチョップのスタイリングでも見ます？一番変なのにして。わかりました。ちょっと発注が短パンあったっけな。ウィル短パン。でもやりましょうか。やりましょう。じゃあ、明智先生お願いします。
おっとやりましたね。かっこいい。かっこいい。ジャンルがわからない。そうっすよね。ねえ、ちょっと開けて、ちょっとストライプ見える感じがいい。そんくらい。雑誌で言っても何もないですね。ないね、ないね。芸能人で言っても分かんないし。わからない。これがオットスタイル。絶妙なバランスで成立させたいっていう気持ちがあって。ちなみに何なんですか、これはノルウェージアンレインって言って、これもさっきのこのパンツ、僕今履いてるパンツの T マイケルとアレックスっていう2人でやってるユニットのノルウェーのブランドで、360日とかなんか雨降るって言われてて、ノルウェーは。でレインコートをファッションとしてかっこいいので、レインチョっていう名前で、ポンチョとレインコートをミックスしてて、これ取っていただいていいんですけど、なんかこう後ろちょっと向いていただくと紐があって、ポッケの中にベルトも入ってるんですけど、広がった。どうぞ見て。また全然味変してるね。なんかこうブラウジングみたいな感じで、アウターでこんだけなんかこうバッてギャザーできるのってあんまないし、面白い、新鮮。で外すと結構バーってモッツコートみたいになるし、このベストはリバーバレットっていうブランド、これはジャケットを袖バツってなくした感じのデザインで、ニットはスコットランドのブランドでジャミーソン。そしてこのかっこいいすごく極太パンツはこれ極太で、これしかもこう今インしてもらってるのは、ここの雰囲気を見てもらおうかなと思って、インしてもらって、本当別に出してもいいんですけど、イージーにしてるんですけど、こうしっかりこうギャザリングすっごいうまく作られてて、リバーバレット同じくこれと一緒なんですけど、気になってきますね。じわじわ気になってきます。面白い。もうずっと日々自己ベストを目指してデザインしてたり、もう超ストイック。メガネはこれ末広さんと若干似ておりませんか？似てるんですけど、石渡明さんっていう明石渡っていう名前で今やってるんですけど、メイドインイタリーなんですけど、あんまり日本人受けしないっていうので、ほとんど外国人がバンってかけて、いいじゃん余裕みたいな。でも好きよ私。独特なんですよね。あの人芸能人知らんわみたいなぐらいがやっぱりあの人なんか有名知りませんみたいなのが。これだったら普通の人じゃないですよ。絶対そっちの人やんみたいな。これも一緒、皆さん一緒ですね。トム&シーオー、今回はその3つ合わせてみました。オットナンバーズスタイルこんな感じになりました。こうなりましたよ。大満足ですよ私。よかったです。楽しい。今年1位かもしれない。1位かもしれないね。ぶっちぎりの1月にして1位。あとの11月ないみたいな。そっか。でもなんか成り立つのはやっぱりそのテーラード知ってるからですよね。物の良さとか服の良さとかクオリティの良さを知ってるから、その逸脱しないというか、変な方に転がないんだろうなって思う。じゃあこのスタイルをコメント欄に確かにどれが良かったかぜひコメント欄に書き込んでおいてもらえたらなと思います。勝てるかな。今日私もな。買っちゃうかな。一番強いですもんね。一番強いよ。あと一番似合うしね。そうっすよね。あと黒だし。成功みたいな。それではまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。